はい、どうもこんにちは。ゆうきです。今日もね、楽しいエフェクターを紹介していきたいと思います。今日紹介するのはこちら。じゃじゃん。こちらですね、ボックスの人気のエフェクター&プリアンプ、バルブエナジーシリーズの人気機種、コッパーヘッドドライブですね。こちらね、バルブエナジーシリーズというと、前この動画でシルクドライブというものをですね、紹介させていただきました。シルクドライブはブティックアンプ系のサウンドだったんですけど、こちらはですね、ブリティッシュスタックアンプ系ということで、マーシャル系ですね。マーシャル系の歪みを簡単に得ることができるエフェクターです。で、もうこの辺はもう同様ですね。筐体に搭載されている機能はシルクドライブと同様なんですけど、ここに面白い波形が出るような表示があって、あとこの辺ですね、電源だとか、で、このリンクっていうのはまた後で説明します。で、このモードが3つ切り替えれるようになってて、普通のエフェクターとして、歪みエフェクターとして使うスタンダードモードと、このエフェクターをプリアンプとして使って、パワーアンプに直接入れるモード、ヘッドアンプだったらリターンに挿すモードですね。だったり、あとはキャビモードっていうのがあって、キャビネットシミュレーターがオンになるモード、ラインで音を出すような時ですね。キャビシミを通った音をラインで出せるモードの3つのモードがあります。で、この一番の特徴というと、やはりですね、シルクドライブと同じようにですね、中にですね、NewTube というですね、次世代真空管が入っております。YouTube でいうと最近いろんな製品があって、僕の動画でもこの辺の動画とかで YouTube のエフェクターだったりアンプを紹介しています。本当に真空管っぽい音が得られてとってもね、いいので、このね、コッパーヘッドドライブ、とっても期待ができます。どんな音がするのか楽しみですね。そしてですね、このマーシャルをイメージしやすいですね、金色の筐体ですね。これがとってもかっこいいですよね。こういうね、デザインもとっても優れてるのでね、このバルブエナジーシリーズとっても大好きです。ということでね、じゃあ実際どんな音がするのかっていうのを3つのモードありますが、全部ね、試してみたいと思います。ということでね、どんな音が出るのか試していきたいと思います。行ってみましょう。というわけでですね、コッパーヘッドドライブの音を見ていきたいと思います。ギターはギブソンの ES335 です。で、335からこのコッパーヘッドドライブに入りまして、今回はですね、後ろはスタンダードモードで繋いでおりますので、ギターから入ってアンプのインプットに入っています。今使っているのは、この動画で紹介したコッホのペダルトーンというプリアンプです。このアウトからプリアンプのインプットに入っています。で、そこからですね、ラインアウトでレコーダーで収録しております。バイパスの音はこんな感じです。ピックアップはリアです。こんな感じです。でですね、早速オンしていきたいと思います。全部ね、12時の状態にして、ブライトスイッチはオフですね。では、早速オンしていきたいと思います。いかがでしょうか。めっちゃ結構歪む感じの音ですね。マーシャル系の音っていうんですけど、今僕が抱いた印象では結構、アンプの音を拾ってる感じがするので、僕はですね、撮影前にいろいろ接続方法で試してるんですけど、このコッパーヘッドドライブのプリアンプモードっていうのがありましたよね。こいつをプリアンプとして使って、アンプのですね、リターンに挿して、パワーアンプを使って鳴らすっていう方法ですけど、そのやり方の方がマーシャルアンプらしさは出るかなっていう印象がしました。なので、それを聞いた後だと、プリアンプの音を拾ってるなっていう印象を持ちました。ただそれでもね、結構歪み感っていうのはね、しっかり、このエフェクター特有のものがあると思うので、どういう風に使うかで結構音が変わるなっていう印象です。でですね、つまみ回していきたいと思います。このね、ボリュームスイッチは純粋にボリュームです。で、こっちですね、まずは歪みから、原因から回していきたいと思います。いいですね。めっちゃ歪むし気持ちいいですね。で、意外なのが、結構ハイゲインのエフェクターなんですけど、ここまでゲインを絞ると、普通にね、クランチのいい音が出ます。クランチもね、結構いい音がします。ではですね、EQ 回していきたいと思います。まずはベースから。結構しっかり聴きますよね。はい、次ミドル回していきたいと思います。
次トレブル回していきたいと思います。EQ の効きもね、アンプみたいにしっかり効いてくれるので、この3バンドのイコライザーがあることで、とっても音作りしやすいと思いました。でもこの辺はね、プリアンプとしての機能を持ってる、このね、エフェクターシリーズの強みかなとも思いました。で僕の好きな感じだと、原因上げて、ドンシャリな感じで使うのがいいかもしれないです。次はですね、ブライトスイッチですね。これをやってみたいと思います。これをつけると、こんな感じですね。ブライトスイッチを押すことで結構ね、ギラッとした明るい音になります。多分ね、トラブルとか上げて試すと分かりやすいんじゃないかなと思います。今、ブライトスイッチオフの状態です。これを結構ね、パリッと明るい音になったのがお分かりいただけたかと思います。ギターによって使い分けたりっていうのもね、いいかと思いました。ではですね、エフェクターとして使う音はこんな感じでした。ということで、次はですね、ラインですね。このキャビモードっていうのがあるので、このエフェクターの中に入っているキャビネットシミュレーターをオンにして、そのままラインで鳴らして使えるというモードがありますので、そちらを次試してみたいと思います。はい、ということでですね、後ろをですね、キャビモードにして、直接 LINE で取れるモードにしました。ギターからですね、このコッパーヘッドドライブにつながって、こちらのアウトからですね、直接レコーダーに行って、LINE の音でですね、収録しております。ですので、こいつをオンにしてない音っていうのは、今、バイパス鳴らしますけど、アンプが通ってないようなですね、LINE のペコペコの音ですね。では早速ですね、オンしていきたいと思います。いかがでしょうか。先ほどね、エフェクターで鳴らした時はちょっとコッホのプリアンプの音に引っ張られてるなっていう印象というか感想をお伝えしたと思うんですけど、ここからですね、直接キャビシミでですね、LINE で出してる音の方がすごくマーシャルっぽい音をすると思いませんか。プリアンプで鳴らしてもそういう方向性なんですけど、しっかりね、マーシャルらしさっていうのがより出てるかなと思います。ではですね、つまみ回していきたいと思います。原因回していきたいと思います。めっちゃいい感じですね。そしてですね、EQ 回していきたいと思います。まずはベースから。やっぱりしっかり効きがいいですね。で次、トレブルです。僕はね、個人的にはキャビ趣味モードだったり、フリーモードだったりで、直接ね、こいつをプリアンプとして使う音の方がね、僕は好きですね。やっぱマーシャルっぽさがそっちの方がよく出るので。で、好きな音にすると、ちょっとね、こうやって原因上げ目で、またさっきみたいにドンシャリにすると、とてもいい感じです。ではですね、次ですね、さっきみたいにブライトスイッチですね。ブライトスイッチを押したらどうなるかやってみたいと思います。やはりですね、こちらでもカリッと明るい音になりましたね。ちょっとね、明るくなる感じで、これもね、使いやすい変化かなと思いました。ではですね、次はですね、スタジオに行って、プリアンプモードでですね、スタジオのヘッドアンプのリターンに挿して、こいつをですね、プリアンプとして使う方法をやってみたいと思います。ということで、行ってみましょう。はい、ということでですね、スタジオにやってきました。コッパーヘッドドライブのですね、プリアンプモードを使用してみたいと思います。後ろのスイッチはですね、プリモードにしまして、ギターですね、ギブソンの ES335 から、コッパーヘッドドライブにつないで、このアウトからですね、マーシャルのですね、JVM210H というですね、アンプのリターンにつないでおります。
コッパーヘッドドライブをですね、プリアンプとして使う音、マーシャルのヘッドアンプのパワーアンプだけ使うというやり方ですね。を試してみたいと思います。これね、ここはボリュームなんですけど、今マックスにしております。で、他は全部12時で、このブライトスイッチはオフになってますね。鳴らしてみたいと思います。めっちゃいい感じですね。とてもいい感じです。アンプライクな音がしっかり出てる感じですね。でですね、ちょっとつまみを回していきたいと思います。ベースから回していきたいと思います。で次ですね、ここ真ん中がミドルになります。戻します。そして最後ですね、こちら一番右がですね、トレブルとなります。はい。こんな感じですね。この3バンドの EQ の効きもとってもよくですね、音作りやすいなと思いました。EQ の効きも申し分ないので、とてもね、音作りしやすいかなと思いました。そして次ですね、原因を回していきたいと思います。ね、マーシャル系ってだけあってとても歪みますね。めちゃくちゃいい感じです。原因下げたクランチの音もね、とってもいいですね。マーシャルのクランチって感じでとても使いやすいんじゃないかなと思います。そして次ですね。ここにですね、ブライトスイッチっていうのがありますので、これをオンしたいと思います。これをオンすると、チャキチャキした音というか、前に出る音になりますので、明るめの音になりますので、それをやってみたいと思います。まずはですね、ブライトスイッチオフの状態の音をもう一回聞いてもらいます。これでオンにすると、結構ね、いい感じに前に出る感じですね。歪んでるとですね、めちゃくちゃ違いが分かるってわけではないんですけど、ちょっと分かりやすい音にしたいと思いますね。今、ブライトスイッチオフの状態で鳴らしてみます。これをオンにすると、こんな感じですね。とても明るい音になります。いかがだったでしょうか。こんな感じでね、音もね、申し分ないので、とてもね、いいんじゃないかと思いました。ぜひ、検討してみてください。はい。いかがだったでしょうか。めっちゃいいですね。僕はこれ本当に好きです。シルクドライブも良かったんですけど、この時はね、このマーシャルのサウンドっていうのは結構馴染みがあるので、僕はね、こっちが好きですね。めっちゃいいですよね。で、やっぱりちゃんとね、マーシャルらしいキラッとしたところと、ジャリッとした感じだったり、もうとっても気持ちいいし、めちゃめちゃいいサウンドだと思いました。で、このリンクはですね、こちらの動画ですね、詳しく説明しているので、そちらをぜひご覧ください。はい。ということでね、とってもいい音がした、このボックスのバルブエナジーシリーズのコッパーヘッドドライブでした。はい。ぜひね、思想だったりしてですね、試してみてください。この動画のね、概要欄に商品のリンク貼ってますので、そちらでね、詳細ご確認の上、購入検討してみてください。ということで本日はボックスのコッパーヘッドドライブの紹介でした。ちなみにこの次はですね、今手元にあるのが、こちらですね、箱に入ってるけど、じゃじゃーん。
じゃん。カッティングエッジですね。これ紹介したいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録していただいてね、また次の動画をお楽しみに。僕の動画ではこんな感じで、ボックスのね、エフェクターの話だったり、ボスのエフェクターの話だったり、あとはギターの紹介だったり、バンドマンのエフェクターボードの紹介なんかもね、やっておりますので、ぜひね、この機会にチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いできると、とっても嬉しいです。ということで、ボックスのコッパーヘッドドライブの紹介でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。